ニュートラルは絶対嘘。反対するならやっぱ正々堂々出てこい。酒造りはお前らの特権じゃねえから。まこです。むです。ゆうとです。はいでせーの、健康確保です。今朝ですけれども、日本酒の酒造免許絡みで新たなニュースが飛び込んでまいりました。日経さんですけれども、長谷川酒店というね、東京では非常に力のある主販店さんがいますけど、その長谷川酒店さん、東京駅のグランスターの中の店内のスペースで、試験醸造用の免許を取りましたと。国税庁が許可を出したというニュースが、報じられました。まさかっていう感じだけどね。びっくりしました。試験醸造用免許っていうのがどういうのかというとですね、普通の酒造の免許とは違って、実験的にお酒を作って、市場のニーズを確認したりとか、試験的にお酒を作るという目的のために発行する酒造免許で、イメージとしては、東京農大の中の発酵について学んでいる学生さんたちが学業の一環として作れるように学校法人で取ってるとか、大学とか教育機関みたいなところが取るっていうイメージだったんだけれども、なんとこれが小売店でも取れてしまったということで、今まではね、どぶろくを作っているところはありましたけれども、清酒なんですもんね。あくまで試験醸造なんで、試飲で提供したりとかして、その反応とかを酒蔵さんの方にフィードバックして、こういうお酒が今後売れそうですよみたいな話をして、実際作るのは既存の酒蔵さんみたいなことをやるんではないかなというふうに思いますけど、今回は小売店に出たっていうことなんだけど、国税庁のそのページを見るとですけど、小売店に限らずですよ。小売店に限らないんですよね。だから、申請を出す主体っていうのは定められてないと。飲食店であっても、そうそうそう、ムーサみたいなプロデューサーであっても。俺は小売の免許もあるから小売というふうにも見れるけど、それこそ舞ちゃんであっても。そうだね。北村さんでも取れる。醸造器具のデモとして作るみたいなことはできるってことですね。そういうことですね。例えばこの最新器具を使ったらこういう味になりますよねっていうのを試験醸造としてやると。こんなに酒質が良くなるんですよみたいなことはできる。できるってことね。営利を求めずに、研究とか、そういう目的だったら作れるってことなんですね。そう。思い込みだったのかなという気もしたね。なんか研究機関じゃないと試験醸造って出せないみたいな感じだったんだけど。ただ、1年かかったって言ってるんで、多分申請してから降りるまで。国税庁のページだと、その申請を出したら、通常、2ヶ月とかで判断をしますみたいなことが書かれてあったんで、だから1年っていうのは相当、吸ったもんだから。おそらく国税庁の中で出すやら出さないやらっていう議論があったんじゃないかって俺は想像するんだけど、でもそのいろいろあった中で出すという決定をした。だからこれが記事になったんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。ということで、そういう裏の背景とかも想像すると、結構、やっぱり国税庁さんは、前進させていこうっていう感じがするよね。前回の海外向けの醸造免許の件にとかもそうだけど、ちょっと解禁の方に動いてるのかなというふうに感じてますね。実質海外で売っていいというのと、ね、研究目的なら国内で作っていいっていうのを合わせたら、実質解禁みたいな感じですよね。そう。だから、前回その海外のやつの話したときに、とはいえ国内で売れなかったら、作ったお酒を海外に行かないと飲めないとかって、もう現実的に無理でしょみたいな。マーケできない、PDCA 回せないみたいな。作ったものを良くするとか受けるかどうか確認するみたいなことができない中、海外にどうやって進むのみたいな、そういう意味で言うと、その国内営利ではできないけれども、製品改善のためのステップっていうのは国内でもできるっていうことになったので、なったというか、試験醸造ですよっていうことで国内で流通させて、そこはもう利益を国内では取らずに作って、でそのフィードバックした結果をもとに海外にはちゃんと利益を乗せて売るみたいなことが可能だと。この2つを組み合わせると、だいぶできることの幅が増えるから。なんで1年かかったかだけが気になりますけどね。憶測だけど、推進派とやめとけ派のこれがいっぱいあって。でも長谷川さんほどの規模の酒屋さんがそれをやるっていうのは、多分その会社としてもかなり大きなことじゃないですか。
要はその酒蔵さんの顔として酒屋をやってらっしゃるところがお酒を作るってやっぱ大きいことなので、なんか吸ったもんだの中に、その酒蔵さん側の吸ったもんだもあるんじゃないのかなってちょっと思っちゃいます。フィードバックするって言ってるけど、なんか俺らメーカー側、俺ら無限にされちゃうんじゃねえのっていう心配は出てくるでしょうね。でもやっぱり長谷川さんはそんなこと言わせないぐらいのパワーがあるからね、多分できたんだろうな。それ絡みで言うとね、Facebook で北村さんがね、酒ストリートっていうのに、酒のメディアの記事を特にコメントなしでただシェアするだけしてたリンクはちゃんと貼っときますけど、この記事の中でね、日本酒造組合の中央会という前の海外、免許解禁するよっていう報道が出たその直後ぐらいに、中央会がそれにだいぶ反対をしたという内容の記事が、日経の方で出て、僕らもそれに対してまた話をしたんだけれど、取材に行って、中央会がどういう役割とかどういう活動してるんですかっていう話とともに、反対したっていうことに関して事実なのかみたいなところを確認するような質問をしてるんですよ。でそれに対してね、回答としてはね、読み上げますけど、実質反対の意見書を酒造組合から国税庁に出したという記述が、日経の記事にありましたと。でそれについてのコメントを求めたら、各組合から取りまとめた酒蔵の意見を賛成のものも反対のものもそのまま記載して提出したに過ぎません。で、同じく報道にある自民党税調の幹部らへ懸念を訴えて回ったについても中央会として積極的にそうした活動をした認識はありませんが、何をとってこのように書かれたのかわからないのでノーコメントです。この記事自体も重要視しているわけでもありませんという回答でした。反対はしてませんと言ってるんだけど、僕が聞いた話とは違うなと。ソースは明かせないですけど、ある割と信頼できる筋から、やっぱりその意見書はあると、出てるという話は僕は聞いてます。で、明らかにその出してないとか言ってるのは完全にとぼけてるよなというふうな印象なわけですよ。免許制度に関しては国税庁が所管する話であり、中央会としては求められれば意見を出すという立場です。で、新規参入についてもニュートラルな立場で、例えば特定企業に対して認めるのか、地域単位で緩和するのか、全国的に緩和するのかなど、どのような形を取るのかによって、中央会としての意見は異なるものと考えていますと言ってんだけど、これも嘘でしょと。嘘なんですよ。嘘なんですよ。完全にニュートラルじゃなくて、完全に反対側の意見書を出しているんですよ。要は、中央会は、既存の酒蔵さんを守りたいがために、新規参入っていうのは、なるべく入ってもらわないようにしたいっていうのが、思惑としてあるっていうようなことですか？そうです、そうです。まさにおっしゃる通りで。だから、あくまでも中央会は、今ある酒蔵さんを守りたいっていうスタンスなんですね。そうです。ニュートラルは絶対嘘。嘘をつくな。真摯に答えなさい。でね、ぶっちゃけ反対で、そうやって議員とかにも話に回っているでしょ。あなたたち。知ってます。僕は知ってます。誰に言ってんだよ。誰俺中央会に言ってんだよ。中央会に俺は物申してんの。回ってるでしょ議員。どこぞの議員に垂れ込んでるでしょそうやって。それはもう分かってますから。で、裏でこそこそやるな、俺が言いたいのは。で、反対なんだったら反対なり、ちゃんと表に立って、どうこうだから反対だって言いなさいよと。で、それが言えないんだったら、やっぱり後ろめたいことがあるんじゃないのって思うわけですよ。で、反対するならやっぱ正々堂々出てこい。何やったらこのチャンネル出ろ。なんで反対なのか、何が日本酒業界、いいとは消費者にとって、悪いデメリットがあるのかっていうのをちゃんと話してほしい。じゃないと、そうやって裏のね、そう水面下でいろいろね、出回しばっかりしてね、やってるっていうのは汚いですよ。いい大人が、そんなことして。しかもそんなんやってんの、国税庁の天下りでしょがいるわけですから、理事にね、少なくとも。これ答えてんのもあれですけど、元国税庁の人ですけど、この酒ストリートの記事にね。俺が言いたいのは、ただそれだけ、裏でやるな。表でやれ。意見があるんだったら、表にちゃんと出せ。裏でそうやってね、姑息な真似してね、意見書をそうやって国税に出したりとかね、裏から手回したりとか、
そういうことをしないでほしい、私は。それが仮に日本酒の未来のためだと思ってるんだと思ったら大間違い、マジで。それは俺は声を大にして言いたいね。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。酒造りはお前らの特権じゃねえから、なめんなよっていう話で、以上です。だからこれが突破口として作りたいって言ってるけど免許がみたいな人もいっぱいいるわけじゃないですか、俺含めてだけど、そういう人たちが、まずはこの試験免許とかでもいいから取ってやるぞ、こっちはやるよっていう姿勢を見せれば見せるほど多分世論も動いていって、本当にちゃんと解禁しようよっていう機運にもなるかもしれないから、そういう意味ではなんか今回のニュースでやれる方法ありそうっていうのは見えたから、新規参入いるよと、盛り上がってるよというのをやっぱ示していきたいなというふうに思いますね。やっぱり私がこの業界関わり始めてびっくりしたのが、やっぱ戦後一切新しい免許が発行されてないって聞いたのはやっぱ衝撃的だったんですよ。それこそ70年ほど、その衰退してるかもしれない業界ではあるけど、だから新規を許さないっていうのはなんかあんまりイコールにならないかなっていうのも私も感じていたので、一方で例えばブルックリン酒のような、ブルックリン蔵のようなすごくおしゃれでちょっと憧れるような存在になり得るような酒蔵さんが海外で育ち始めていく中で、実際日本の酒蔵ってどうなんだろうって帰り見た時にやりたいけどできないっていう葛藤って多分あったと思うんですよ。酒蔵を作りたいと思ってるけど、じゃあ買わなくちゃいけない。それ以外の方法ないんだろうかって。その結果が若手がフランスで作り始めたっていうことだよね。そう。結局、守りたいって完全に現状維持もしくは衰退に行くしかないわけじゃない。前にこの話もしましたけど、やっぱ競争ない業界は終わるよね。そうしていっぱい設備投資したら北村商店儲かるんですよ。お前そういうこと言うな。やばい。違う。そもそも需要喚起してるんですかみたいなところもあるじゃない。だからそれがイベントとかやってますよっていうことなんだけど、あくまで既存の人たちの考えの延長線のことしかしてないよね。だから全然違う視点でやるっていう風にはならないから、そういうのってやっぱね、新しい人とか新規プレイヤーがいないと無理ですよ。中央会の理事のメンツから新しいもの生まれるとは思えないじゃん、やっぱり。既存の蔵の人たちばっかりでさ。なんでその蔵の人とさ、国税の天下りしか理事にいないの？おかしくない？普通にもっとなんかイベントをずっとやってましたとか、広告めっちゃ強いですとか入れたらいいやん。なんでそんな閉鎖的な、スポーツ業界そういう感じだもんね。理事、別の業界から入れたりとかして復活したりとか。それは必要だと思う。いや全然だから多様性がないわけよね。そのボードメンバー一つ取ったってさ、多様性ですよ。やっぱり停滞した業界には多様性で、それを生むための新規参入っていうのをやんないと。そういう意味ではやっぱりあれほどの力を持ってる長谷川さんがその突破口を開いたっていうのは、やっぱその日本酒業界としても刺激にもなりますし、センセーショナルなことだし、なんかいろんな意味で光が見えたかなって思いますね。一応ね、中央街側というか組合側の多分立場を想像して言うと、その酒造りに関しては別に多分嘘はもう言ってないんだと思うんだよね。ニュートラルですよっていう立場ではあると思うんですけど、逆にあんまり酒造り簡単にできねえよと、酒造りなめんなっていう意味合いが少なからずあって、粗悪なもんが出回る危険があるでしょっていうのが彼らの言い分。粗悪なもんは淘汰されるよっていうのが俺の言い分。粗悪なものが生まれるぐらいだったら、今僕たちが持ってるノウハウの中でやった方が安全でしょっていうのが多分言い分。俺の意見じゃないですよ。分かってるよ。彼ら側の。新規入れることで衰退に拍車がかかるんじゃないかという懸念を出してるという。俺は違うっていうか、むしろだったら自信持って私もうまい酒作れるよって出せばいいんじゃねえのとは思うけどね。いや、本当そうだよ。そのロジックで言うんだったら、だってあらゆる産業を全部免許制にしないといけないでしょ。ラーメン屋だってなんか粗悪なラーメン屋が生まれるから、既存の美味しいラーメン屋のみを規制で守っていう話になるやん。だそこにだから税金が絡んできてるから、税収の担保といった意味でもそういっ
た文化が昔ながらにあったと。まあそれ今でいう酒税の税収なんていうのはもう鼻くそみたいなもんだから、税収を落とすようなきっかけ作りはしない方がいいっていうことだったんだと思います。めっちゃ脇汗かいてる今。あれだよね、この今の状況というか、今のこのご時世、まあその支出が求められるこのご時世で粗悪なものを売って、なんかこう、やってやろうみたいな、粗悪なものでやってやろうみたいなことを思う人は絶対いないわけじゃん。おそらくポジティブな部分はほぼ捉えずに、ネガティブなとこだけ捉えて、こういうこと起きたらどうすんのっていうことだけを抑えて、多分発信してるから、他入れないって言いたいんだと思う。粗悪なものを作ってる、現存する会社もあったりするわけだし、中央会にもう一回聞いてみたらいいんじゃないですか。嘘でしょっつって。聞いてみる。突撃してみる。電話してみる。出てくれるかな。YouTube 出てほしいけどね、俺は。俺もだから、その規模問わないっていう話なんで、ワンチャン家で撮ったろうかなと思ってるんですけどね。楽で撮って、ちゃんと試験目的で。マイクラ仕入れて、それで作ればいいだけでしょ、別に。あ、そう。ちゃんと試験の目的さえ定義されてれば大丈夫なので。だから、ちょっと出そうかな。それで動画撮れるじゃない。いや、出すところも含めて、提出するところとかさ、なんか、ダメでしたとかさ、で、なんでダメやねんって電話するとかさ、全部こう、動画にできるから面白いなと思って。いいね。舞ちゃんも出せばいいんじゃないそう、私も出そうかな。なんか日本酒のクラス持ってるから、ちょっとそこの運営側に協力してもらって。確かにそれいいじゃん。あ、それ面白いね。だからまあ、うちもそういう観点で言うと、出してもいいかもね。みんな出そう。デモ機があると、すげえ面白い気がしますけど、ね東京ショールームみたいなね。そう。わかった。もうここにいる全員出そう。マコは自宅で出す。マコも出す。4人全員出してみるっていう。なるほどね。家の鍋で試験浄土できる。でも、いいね。面白い流れになってきたね。ようやくだよ。ほんと、国税庁の皆さんには賛辞を送りたいね。前向きな動きになってきたんで。なんかもともと入ってくる前に、その免許が下りないのは国税が悪いと思ってたわ。ずっと。俺もずっとそう思ってた。税務署が出さないっていうね。国税が出さないんだろうなっていうのは思ってたからね。まあ出してないのは実際そうでしょうけどね。免許めちゃくちゃロビー活動みたいなのがまことしやかに噂されてるのは初めて知りましたね。だから中央会に行きましょう、ムーさん。俺一人まあ、マコが行くと、どの立場でお前来たんってなるもんな。動画で出るだけで俺中央会から呼び出し食らう可能性ありますからね。まあ、呼び出し食らいましたっていう動画にすればいいだけだから。やばい、それは。バズる。もうちょっと影響力出てからにして。いやでもさ、ぶっちゃけ中央会に干されるとどんな悪いことがあるの？米がもらえないとか。ああ、そういうこと。そっか。みんな免許を取ってみてはいかがでしょうか。試験醸造用の免許ね、取ってみていろいろ試作してみるっていうのは面白いんじゃないかと思うんで、出しましょうよ、みんなで。出しまくりましょう。国税庁がパンクするぐらいまで、審査業務がパンクするぐらいまで出しまくってですね。はい、ということで、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。一個各個の Twitter のアカウントも始めております。こちらもぜひフォローお願いします。はい。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。バイバイ。ラムネのような爽やかな匂いがします。あっさりしてるけど、余韻が長めだから、だらだら部分